金がない。状況は思ったより深刻そうだな。すでに町の支出はかなり抑えている状況だし、予算が足りない部分もたくさんあるんだ。今まで先送りにしていた問題が全部襲ってきた感じだな。あ、そうだ。竹原団地行きのバスがかなり混み合っていたよな。確かにそれはそうだね。ここの運賃を値上げしてみるのはどうだろう？なるほど、その手があったか。TLM は交通路線を管理したり図を書き出すことのできるモッドだけど、このモッドでは路線の区間ごと、さらには時間ごとに運賃の上げ下げができるんだ。これで市民から運賃をたっぷりせしめれば我々も安泰だな。ついでに新幹線も維持費が凄まじいから本数を減らして合理化しよう。ダメだー、状況がさらに悪化している。市民は運賃値上げでデモを始めたし、JR からも抗議が来ているぞ。まさに万事休す。はい、前橋都市計画課です。お世話になります、原戸銀行です。はい。ご融資の件ですが、今回は残念ながら引き受けかねることになりました。そうですか、ありがとうございます。何の電話だ？前回の動画の最後で土下座した原戸銀行だけど、金は貸せないってよ。世知辛いな。はい、前橋都市計画課。毎度、上野銀行の神野です。はい。今回資金に困ってるとのことですが、うちで融資しましょうか？本当ですか？ただうちもね、商売でやってるんで、条件が欲しいんですわ。条件？ここだけの話なんやけど、うちで融資した金額の 10% を手数料として私に納めて。お食のお誘いじゃねえか。はい、前橋都市計画課です。どうもこんにちは。お金にお困りならマンション投資とかいかが？何やってるわ。ひでえ状況だな。今度は何なんだもう。私だ。水木市長？最近前橋の駅が新しくなったと聞いてね。一度視察に行こうかと思うんだ。はい喜んで。この状況で市長の視察なんて。悪いことは重なるものだね。以上が今回開発した前和駅になります。いやー素晴らしいね。電車新幹線最高だね。ありがとうございます。ところで、あれは何かな？ここはもう正直に話すしかないね。実はカクカクしかじかで。なんだと？どうしてもっと早く言わなかったんだ。ちょっと待ってなさい。もしもし、私だ。実は部下がちょっと困っていてね。なんか流れ変わったな。話がついた。二人とも水木製作所のアリアルさんを訪ねてみなさい。はい。でっけえ会社だな。さすがは水木氏が世界に誇る会社だね。こんにちは。水木製作所専務取締役のアリアルです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。実はカクカクしかじかで。なるほど、状況はわかりました。確か前吉には、閉山した炭鉱がいくつかありましたよね。そうですね。ただ採掘コストが高すぎて、とてもじゃないですが難しいと思います。実は、前和紙で取れる石炭には、ウルメニウムという物質がたくさん含まれているんです。なんだと？ウルメニウムは次世代エネルギーとして注目されるものの、生成が難しく、世界中の企業が挫折しました。しかし、私たちは先日、世界で初めてウルメニウムの生成に成功したのです。この技術は、数年後には世界中で使われることになりますよ。さすが水木製作所ですね。そこで提案なのですが、このウルメニウムを生成して流通する新会社、鉱山を所有する前和紙と、生成技術を持つ水木製作所で一緒に立ち上げませんか？この状況から作れる会社があるんですか？はい。いわゆる第三セクターというものです。官民が一体で出資して経営する会社のことです。ただ、我々には出資する資金がなくて。銀行には私が連絡しておきます。我が社との共同事業ということなら融資も引き出せるはずです。本当ですか？ありがとうございます。水木市長にはお世話になっていますし、これから私たちはビジネスパートナーですから。よし、帰ったら早速仕事だな。まずは、小さな施設から作るのがいいですね。わかりました。数年後の世界を、私たちの手で変えていきましょう。まずは、前和紙北部にある使われていない炭鉱を再び整備して採掘ができるようにしていくよ。ボロボロになっている設備を置き換えて新しくしていく作業だな。今回の炭鉱は露天掘りで行こうと思う。露天掘り？鉱山というと狭い坑道を掘り進んでいって、毒ガスや落盤があるみたいなイメージが湧くかもしれないけど、露天掘りは地面を浅く広く掘るものなので、そういう事故は少ないね。逆に言うと、浅く掘ったら石炭が出てくる場所じゃないといけないんだよな。その通り。なので日本だと金や石灰はともかく、石炭はほとんどが坑道掘りだね。ということは前和紙は石炭がかなり地表にある珍しい場所なんだな。そういうことだね。ご覧の通り、地表の断面部分はスローププロファイルを使って整えていきます。
デフォルトの地形だと何かと操作に苦労するからな。この時点で、テーマミキサーで地形の色を変えて終わりにすることもできるよ。ただこれをやるとマップ全体の色が変わってしまうんだよな。その通り。なので諦めてデカールを全部貼っていこう。デカールまみれになろうや。だいたいこんなもんかな。それっぽくはなったな。実際に機能する炭鉱として整備するために、ここを産業地区にするよ。地区指定をすることでインダストリーの機能が使えるようになるんだよな。その通り。名前は安直だけど前は採掘場にしたよ。そして工業の本館を設置して、建物の配置に入っていく。掘削機は海外でよく見る大きなやつだね。これがあるだけでぐっと鉱山っぽさが増すな。オフィス部分は適当な建物を組み合わせて配置。鉱山再稼働に際して建て替えたって感じだな。来客向けの駐車場も整備していこう。今回も駐車場整備の時間がやってまいりました。植え込みをきっちり作ることで現代企業らしさが出るからね。ただ、植え込み全部にプロップを配置していくのは結構大変なんだよね。この流れは？よし、作るか。やっぱり。まずは自宅の近所で採れたばかりの新鮮なツツジの写真をテクスチャ化。葉っぱの束をランダムに重ね合わせていけば、植木の完成。ものづくりチート強いわ。縁石がついてて駐車場や道路側にそのまま使えるものも作ったから、みんな使ってみてね。これで駐車場作りがだいぶ楽になったな。今後も間違いなく役立つだろうね。さらにウルメニウムを加工するプラントや、石炭からウルメニウムを分離するプラントを配置。石炭そのものを輸送する必要がない分流通コストを削減できるな。鉱山労働者向けの居住区画も作っていくよ。こっちは昔の量をそのまま使った感じだな。独身限定の格安社員寮って感じだね。独身万歳。工場に電力を供給する変電所も作っていくよ。ウルメニウムの加工には電力をかなり使うらしいからな。あとは例によってオリジナルの看板を機械や建物にくっつけていくよ。当然のように登場するマイワシ専用プロップ。マイワグループの中核企業、マイワコールマイン株式会社の誕生。出資元の水木製作所の名前も入れておこう。ロゴがたくさん並ぶと大規模企業っぽくなるね。こうして出来上がった鉱山がこちら。小規模な施設という割には結構大きくなったな。早速ウルメニウムの輸出が始まったね。これでがっぽり儲けられるんじゃないか？財政状況を見てみようか。すごい、今までの財政難が嘘のような黒字っぷりだな。余裕が出た資金で、今まで手が回ってなかった教育や観光予算を増やしていこう。これでさらに人口増加が期待できるな。とはいえ、鉱山を作ったものの輸出する術がいまいち貧弱だな。それなりの交通量になることを考えると、道路インフラの整備も必要だよな。現状の道路はどんな感じなんだっけ？なんだ、このやる気のないインターチェンジは。マップの作者が途中で面倒になったに違いない。よし、なら次は道路整備だな。今はこんな感じの道路だから、こんな感じで、マイワシの中心部から鉱山に向けて伸びる道路が欲しいところ。平瀬川沿いの道路だな。名前は平瀬川バイパスにしようか。いいね。道路は片側3車線で行くよ。南北の幹線な上に貨物輸送もあるし、そのくらいの余裕は欲しいな。このバイパスと高速道路の交わるところにインターチェンジを作ろう。やる気のないインターチェンジはお役御免だな。インターチェンジ前に信号を作ると間違いなく渋滞するから、信号なしで道路に合流できる形にするよ。ダブルトランペット型ってやつだな。その通り。ノーコンが使える部分はなるべく使っていくよ。ちなみに今使っているのは今野さんが Twitter で公開している高速道路だけど、今新しいバージョンを作ってるらしいから、そっちにも期待だね。ノーコンができてから道路事情が一気に変わったからな。今までは不設1分調整1時間みたいな感じだったけど、ノーコンをフル活用すればもっと簡単になると思う。満足いくまで調整したら、次は料金所を作っていくよ。料金所アセットオーポン置きはさすがにしないんだな。この料金所アセットが細かくパーツごとに分かれていて便利だからね。料金所アセットができた段階で車を通しながら確認をするよ。作り切った後で挙動を修正するのは大変だからな。この料金所には ETC のゲートがないので PO で自作。言われるとあってなるやつだな。ちなみに ETC はワンレーンで6000万円くらいするから、突っ込んだら悲惨なことになるよ。料金所ができたら、隣にはネクスコの道路管制センターを作っていくよ。料金所近くの建物って何があるのかいまいち想像つかないよな。少なくともトイレはある。トイレ？
料金所は渋滞しやすいしサービスエリアがない場合もあるけど、そういう時に料金所近くの建物に行くとトイレが借りられる。なんか裏コマンドみたいだな。アクアラインの木更津料金所とかは特に助かるね。もしもの時に必要な知識がまた一つ増えたぜ。ちなみに東名高速の東京料金所近くの道路管制センターは実際に見学ができるよ。空いてる時に行くとめちゃくちゃ詳しく教えてくれるって評判だよな。例のあれが落ち着いたら行ってみたいね。建物ができたら、あとは周りに植栽や駐車場を置いていくよ。インターチェンジはどこも緑化されてるから意識して緑を入れていかないとな。空きスペースにはこれでもかというくらい植物を置いていかないとね。草刈りの費用だけで膨大な金額になりそうだな。さらに空白が見える場所はスローププロファイルを使って埋めていく。今回大活躍のアセットだな。交差部の隙間はコンクリートネットワークで塞いでいくよ。これでかなり自然な見た目にできそうだな。これは何を作っているんだ？料金所の看板だね。この手の看板系は毎回プロップで作ってるととんでもない量になるから基本 PO で作っていくよ。フォントが実際と違うから書き下ろしにはかなわないけど、確かに雰囲気は出るな。あとはひたすら PO 地獄で看板職人になるよ。看板だけで1時間以上余裕でかかってるんだよな。それでもアセットを作るためにシティーズの立ち上げを繰り返すと、立ち上げだけで15分かかるからもっとかかるんだよね。全く気が長いゲームだぜ。インターチェンジ類に使える看板は阪野さんも公開してるから積極的に活用していくよ。こう見ると高速道路の看板ってすごい量あるんだな。こうしてインターチェンジが完成したのでした。こちらが東欧自動車道前和インターになります。前和市の玄関口に恥じないインターだな。これで前はコールマインの輸出入もバッチリだろうね。夜景で見るとかなりリアルな高速道路に見えるな。周りの野原が見えなくなる分リアリティが増すね。こう見るとインターチェンジの周りの虚無地帯が寂しく見えるな。なので次回以降はここの周りに工業地帯でも作っていこうかな。いやちょっと待て。この町の達成目標覚えてるか？人口10万人だよね。あと何かあったっけ？やっぱり、この町は観光客を週2000人呼ばなきゃいけないんだぜ。それが現状では前回より下がってたったの37人。さすがにそろそろ観光開発も本格的に考えなきゃいけないね。だろうな。よし、じゃあ次回は前はインター周辺に観光施設を作るか。2000人集めるのは簡単じゃないから、相当工夫が必要だぜ。OK。みんながあっと驚くような観光施設を作ってやんよ。ETC カード差し忘れてたわ。うわー。